はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そう、よかったね。柴崎もね、暑いけどね、今日も元気に絵を描いてます。さて、今回のテーマはね、柴崎が独断であなたの作品を直しするのコーナーの始まりです。今回、作品は柴崎がね、主催するコミュニティ、シバーツのメンバーの方の作品です。さあ、どんな絵が登場して柴崎は何というかね、ゆっくり見てくださいね。あ、そうだ、言うの忘れた。もしね、面白いなと思ったらね、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、それでは行ってみましょうね。はい、ではね、早速やってみましょう。この作品ですね。はい、デイサニーさんです。ベネチアの水路。先々週コロナにかかり伏せっていましたが、その前から少し痛めていた腰痛が悪化して思うに描けなかった。そこで以前言ったベネチアの絵を描いたというわけですね。もっと光や影を表現したいのですが、一筋縄ではいかないですね。あ、光と影を表現したいんだね。なるほどなるほど。先生の模写も全くできていないので、また初心に帰り描こうと思います。イタリアには出張で行ったので、ベネチアも中を歩いて通っただけ。でもたまたまカーニバルの時に仮面をつけた中世のドレス姿の人があちこちにいました。いいですね、そういう思い出はね。日中だったので夕暮れ時のベネチアを拝めず残念です。思い出にベネチアングラスのお茶碗、グラスかなを2個買って、でもお茶碗なんだね。お抹茶を楽しんでいますって話ですね。ベネチアですね。じゃあ見てみましょう。素晴らしいね。ベニスの風景ってやつとね、もうあなたもよくご存知だと思うし、行ったことのない人でも観光写真でね、観光の動画でね、よく見て知ってると思うんですね。まさにそれは典型的な風景ですね。水路がこうね、細い水路が本当に街中こう自由に巡っていて、こうやってね、観光用のゴンドラがこうたくさんこう走ってるんですよね。そこをパチッとこう描いたというわけです。もう本当にこう描写力もあってね、じっくり描き込んでいて素晴らしいですよね。もうどこもいいんですけど、例えばですね、こういうね、このゴンドラを手前に大きく置いて、画面のこう下でこう断ち切るとかね、こういう入れ方がいいんですよね。こう断ち切ってるからね、そのためにこう目がね、こう画面の中にずっとこのゴンドラを使って入っていけるんですね。この表現ね、なかなかできそうでできないとこ、とても感心しました。それからですね、こういうこう日向と日陰ね、日向と日陰をかき分けたいともうおっしゃってましたけども、ここが明るい暗いっていうね、はっきりこう書いてる。あとあとホワイトかなんか使ったのかな、こういう水のこういう動きから水の光、これですね。とにかく非常にこのベネチアの特徴、それから水とか光の表現ですね。それぞれがですね、ここに非常に凝縮されていて、うまい絵だと思います。そうですね。何かあえてここで言おうとすると、もう一個消して。柴崎はちょっと気になってるのは、この水路を中心にして、あるいはこの建物ですね、ここがですね、画面をこうね、こっちとこっちがですね、こうちょっと同じようにこうね分けてるっていうところがちょっと気になるね。それからここなんですけど、この水の行き先ね、ここを見てもこことここがですね、画面をこうちょっと等分化していると。ここをちょっとこう直すと、もっと画面にこう変化、あるいは動きが出るんだろうと思います。このようなところの考え方を中心に今から
ね、柴崎なりにちょっとやってみたいと思います。それでは書いてみましょうね。まずですね、さっきお話したようにですね、こんな風に、画面がですね、こう、等分化されているというかですね、こっちの建物とこっちの建物ですね。こんな感じに、それから、水面の部分とそうでない部分ってね、こんなのになってるので、これをですね、例えばの考えですね。この水面の位置をこう等分化じゃなくて、大小ってしてね、こう下の方を下げてみるとか、この建物もこう等分化ではなくて、例えばこうやって大小とかですね。こんな風に、だから、この運河の行き先がこの辺になるとかですね。そんな風にちょっと移動してみようかなと思います。ですので、例えばですね、こんな雰囲気ですね。だからここに運河が、こっちになってるのか。こう切れてるの。こう切って、こういってるんですかね。こうなってるように書いてみると。ですので、こちら建物はこうですね。もうちょっとこっち下げてるかな。こうで、建物がこんなになって、これ見ると、こうなってるのか。そして、ここに映ってるというわけですね。はい。向こうの建物は、こっちからこう来て、ここになんかこうなって、こっちに回って、こんな感じかな。で、これをこう、視点をこう低くしてですね、ゴンドラはとてもいいですよね。こんな風にこう立ち切っていて、へさきはこう見えてるのか。ここにですね、思い切ってこの漕ぐ人の体勢をこっちに倒してんだね。こんな風にやってね。もうちょっと起こそうかな、さすがに。例えば、こっちにこうなって、ここに腰があるんだ。ですね。こう来て、頭があって、これは赤いスカーフかなんか巻いてるのかな。ゴンドラをこっちに向けた方がいいかな。こうやって、こんな風に向けた方がいいかしらね。で、ここで、こんなポーズですね。向こうどうしてんだろう、ここは。で、こうなってるんだ。で、ここのゴンドラのお尻が、ここに、こうやって見えるんだね。なんか、こうあって、ここにもなんかあるんだ。こうでいいかな。で、こう、下げまして、そうすると下げてくるので、こっちのお船なんかもちょっとオーバーラップですね。こうやって重ねることができると思います。あまりバラバラ感がなくなってね。そういう点でまとまりがいいかなと思いますね。遠くのゴンドラ。こんなんかな。こんなんで、ここも人が。3つぐらいでいいかな。もう一つこれありそうですけどね。それでこう来て、これを下げたということはですね、この風景を見てる人の、目の高さが下に下がったということなんですね。だからこうやっていくところ、もうこっちに行って、
こういう同じところに当たるようにですね、それはちょっと意識を持ってこの風景、建物を描いていくということになります。こんな風ですね。こっちの、そしてここら辺から日陰になっていると。だからここに日陰が来てるってことは、こっちの建物は全部日陰なんですよね。ですので、ここはですね、いろいろ書くとしても、少しこの日陰としてのこう処理をですね、した方がいいかなと思います。つまり日陰ですからあんまり書かないというわけですね。で、これが目の高さですので、物をですね、こう窓なんか書くときは、ご自分のですね、どっか一点にこんな風にですね、こう集まるように意識して、でこんなになったり、こんなになったりですね、なんかこうなってるんだな。ここがバルコニー風にちょっと出っ張ってんのかな。何かこんな風なものがついていたり、それでこんなものがついてこうなってんのかなですね。その位置関係をですね、ここにこう集まるように。だからここで形描くのはいろいろな、ことを見なきゃいけないんですけども、パッと見ているとそれは非常に基本的なデッサンとしてはよくできているというわけですね。はい。要はだからこっちとこっちの量の関係、こっちとこっちの量の関係ですね。さあ、では塗ってみましょう。で、こうね、空を明るくして、建物を明るくしてると、これ日向の捉え方は非常にいいと思うんですね。まず、日向の建物なので、明るい暖色を薄めにということになりますね。自然なこんなイエローかなんかをですね、こう加えて暖かくです。それがここらも日が当たってんだよね。建物の壁の色に少し変化をつけた方がいいかな。例えばここの建物ですね。こっち向き色はどうなってるかな。ちょっと実際のもの見ないのでよくわかんないところあるんですけども、でこう一緒に写してみると、この建物、もっとこう色をこう楽しんでもいいかな。こんな雰囲気ですね。少しこうアンバーっぽい色なんかも加えて、色を深くですね。ベネチアンですね。こう歳月を経た建物のような感じですね。それから窓が青いんだね、これ見ると。青い色の、なんだろう。窓覆いみたいになってるのかな。こっちも、こっちを見るとなんかなってそうですね。こんな具合かな。こっちもやっときましょうか。こんな感じ。奥と手前のですね、具合。こんなことでいいかな。それから、こっちはこっち向きの。あと何があるんでしょう。これが多分遠くのうちですよね。遠くのうちだから同じような色をやっときましょうか。これはみんなこういう感じですね。それからここは屋根の下かな。こんなぐらいかな。こっちも、少し建物の構造ですね。あと、
こういうもののまあ柴崎もですね、このベネチアにね、複数回お邪魔したんですけども、非常に確かにね、行ってみて、発見も多いし、楽しい思い出ですね。本当にいつ行っても観光客がたくさんおられてですね、結構季節選ばないと水害になったりね、それからとても暑かったりして、外でスケッチしてるのはそこそこ大変だったりするんですよね。だからもし行かれる方があったらですね、そこら辺よく調べてですね、行かれたらいいと思います。あと緑のそうだ、よくですね、建物にこういうとこに、なんか緑の植栽してるんだよね。こんなのもそうかな。例えばですね、ここにもある。こういう感じ。それをよく上手に描いてますね、しっかりね。こんなんでいいかしら。またこっちの方にあれですね。こんなとこにもあるんだ。で、こんなとこにもあったりするんですよね。そしてこの建物が見えるように、そうだな、空はもうちょっとだけ、もう少しだけ暗くしましょうか。ですね。この建物が形が見えるようにですね。少し形を空を暗くすると表現できると思いますので、よいしょっと。空の上の方を少し暗くして空間を表しましょうかね。確かにこうやってですね、入り口があったり、ちょっとドライブラシしてる方でもいいかな。質感を描くのに。で、反面こっちは日陰ですよね。日陰の面ということなので、まず少し寒色気味の色ですね。例えばアンバーとウルトラマリンとかですね。そんな色でまず思い切ってここは塗ってしまうという考えの方がいいかなと思います。そうしますと、ここの日向の面がですね、はっきり分離されて、で最初にコメントで、ベネチアの光と影を描きたかったというね、おっしゃってたものがですね、ここで分かりやすく達成できるんだろうと思います。そうですね。こう書いて、あとなんか建物ですね。ちょっと例えばこうやってちょっと出っ張りみたいなものとかですね。そういう構造物なんかこっちにあるような、なんて言うんでしょう。ベランダみたいなものとかですね。なんかそういうものをまず書いてあげる。そしてそうやってでもこの中に少しいろいろな固有色の違いもあるでしょうから、例えばこんな風にですね、もうちょっと入れてみたり、こっちとね、なんかなんかブルーっぽいですね、窓があったり、それからさらに暗い中にもっと暗いものがですね、ちょっと存在していたりというようなことを少しだけ加える。でね、これもあんまりがっちり書いてしまうと、日陰は基本的にはよく見えないというですね、なんかそんなふうな表現にした方がいいかなと思いますので、例えばこういうところに入り口なんかあるんでしょうけども、でこんなふうにですね、ほどほどな処理をすると。緑の植栽もきっとあるんですよね。こうやることで
こう光と影の面がですね、はっきり分かれてくると思います。そうだな、ここも少しこうやった方がいいかな。この感がいいですね。それで、この建物があるために、ここに影があるというわけなんですよね。なんかこっちの方が明るくなってるから、多分こう言うと建物が切れてるのかな。ですので、この辺から、例えば影になっているとかですね。この影にこういうところにこう影として使った色をこっちに加えると。だからこっちは影の方がいいんだ。ですね。光こう来てんだからね。こういう方がいいんだよね。影で。で、こうやってこう加えていく。この建物も、この辺から影なんだ。この辺から影のようですね。見ますと。こうやって、はい。で、ここも影、ここも影。そうすると、ここの中の影の部分も、こちらと同じような、基本的な処理ですね。いろいろあるかもわかんない。こういうとこも、こんな風になって、入り口ですね。こういうのもあるか。あれはこうなってるかもわかんないんだけど、全体にぼんやりと見えるというわけですね。はい。それで、このまんま、まずここは、多分こうだよね。こうなっていて、これはみんな影なんですけどね。建物の下の方がこうやって暗いんでしょうから、これの船の形を、ぼんやりと見せるということですね、多分。それで、ここが明るく見えていて、ここがこう映ってんだよね。だからここが明るい。明るいんですけど、ここが、建物も映ってるし、空も映ってるというわけだよね。だからまず、これをこのまま映しましょうね。こうやってね。こうやって映っていて、で、ここの空が映ってるというわけですね。空がグリーンっぽくしたので、水面も基本的には緑ですね。それで、遠くは単純化しながら、だんだん近くの方に少し複雑に揺らめいてくるという書き方ですね。こうでしょうか。こちらもこれが映っていながら、こうかな。もう少し何かブルーっぽい色使ってるかな。で、じゃあこうやって、こうですね。こちらもこうなって、こう来て、こんなんでいいかな。この建物の足元、ちょっと暗くですね。絵の具が乾いてきたので少し書き起こせますね。ここの船、後ろの船、ここね、視点を低くしたので2つの船をこう重ねることができます。こうやってこうやって、そして、これをですね、こっちへこのまんまこう映し込むというわけですね。こんな感じかな。あったよね。こっちにゴンドラが。こういうところなんかちょっとアクセントに色があってもいいかな。こんなところにもちょっとなんかアクセントになんかちょっと色が入ると楽しいよね。それでゴンドラがここら辺でいいかな。こうやってお尻が持ち上がった感じで、ここが水面について、ここに、人がですね、後ろも立ってたかな。こんなんなって、
と明るくしようですね。こんな感じで、やっぱりここもなんか色を入れよう。何がいいかな。ちょっとイエローみたいな色ですね。こんな水面の近くにこう色を入れると楽しいですね。この人、日陰の中にいるということで、まずは寒色系の色でですね、こう塗ってみると。それでこの方黒いズボンを履いてる。黒いズボン。大変でもこの人物のこう動きが上手に描けてますね。素晴らしいと思います。体をですね、こう斜めにこうして出している感じ。そこ素晴らしいですね。しかもちょっとこう上から見下ろした感じですね。ちょっと細筆で描きますね。こんなになって、ゴンドラですね。ゴンドラ。はい。ゴンドラのへさきを。こう作って、で、この人物を浮き立たせると。ここら辺の処理も大変うまくできていて素晴らしいと思います。なんかこうなって、こっちへ来て、それで、あとは、こっちに側面があるんですね。側面はアンバー系の色で描かれているので、ここ、船の側面が、こう見えているのかな。できるだけちょっと鮮やかな色ですね。あとは、ここも、ちょっとこう、楽しい感じに色を使ってもいいかもわかりませんね。ここに赤い花みたいのが、なんかあるんでしょうか。こうなってくると。棒を持ち上がって多分こうですよね。こんな感じかな。なんかこの方を見ると赤いなんか縞模様の赤いスカーフ巻いてる？で、こんな風な赤い縞模様の洋服着てる。これなんかなじゃあ向こうの人も。ですね。ちょっと赤色入れて。はい。日向の部分を、ここは日向ですので、こう、何かこう、鎧戸みたいなのもあったらですね、こう、ちょっと書き込んでみるとか、少し具体的にですね、日向の部分を。あと、何かあるかな。そうですね。日陰の部分は、こう、ざっくりと、大雑把に、こうかしら。こうなって、こっちの方も、こうなって、なんかあると。いうようなことなんでしょうね。ここは日陰なので、同じような暗めの色で、単純化してみるというわけですね。それで見えたかななんかいいでしょうかね。そうしましたら、こうやられているようにですね、こうブルー系の色で、例えば、ここで、こう、こうやってですね、手前の方に来る人方はちょっと大きめのタッチでと水面を映すということですね。非常にこの辺のこういうタッチもうまく描けてますよね。
だんだん大雑把にですね。ということでいいかな。それから、これもですね。溶かして、移しておきましょうか。ここも、ちょっとこうですね。あと、まだありましたね。こうなってる。で、こんなんでいいかな。こうなって、こうなってる。ここでね、手前の方の水門っていうか、水の波紋ですね。そういうところですね。こう、不透明なホワイトで、こうやって部分ですね。こうやって書き起こしてももちろん、いいかと思うんですけども。あまり違和感がないようにですね。ちょっとやってみると。いうことですね。はい。さあ、ということで、一応いらないところちょっと消してみますね。どうなってんだかな。はい。この方、オールを持ってるんだね。オールも書いておきましょう。オールをどう持ってる。こんな風に持ってますよね。これ見ると。こんな風に。はい。ということですね。じゃあ、ここで、一回。ここはいいですよね。こういうところ等分化しないとよね。等分化を、避けるっていうね、こと。それから、あとは日向と日陰ですね。影の面。もう少しですね。暗く、なんていうかな。冷たい色で、ということですね。中継がちょっと退屈なので、例えばこういうものですね。アクセントが欲しい。いけない。欲しいというわけですね。それから、例えば、こことここですね。色をですね、奥と手前をですね、手前をはっきり分けようというようなことですね。はい。じゃあこれで出来上がりです。はい。出来上がりました。ねえ、どうでしたか？参考にね、していただけたら、柴崎もとっても嬉しいです。ところで、柴崎はですね、アートクレヨンを使ったクレヨン教室を開いています。場所はね、東京、日本橋にあるね、ペンテルさん本社の中に教室ありましてね、これ月1回でね、もう様々なモチーフでね、柴崎と一緒にお絵かきするんですけども、おかげさまで大変ね、好評いただいてます。ただし、人数限定なんですね。もしご興味ありましたら、この動画の概要欄からね、ご覧くださいね。ということで、今回もね、長い時間見てくれて本当にありがとう。また次回、違うテーマ、そして違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。ねえ、暑いけど体に気をつけてお過ごしくださいね。はい、どうもありがとう。またすぐお会いしましょう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を
月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴アツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それが柴アツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしくお願いします。